こんにちは。アニメ紳士です。今回は早々のフリーレン第26話への視聴者の反応をご紹介します。この動画を見るといろいろな感想や解釈を知ることができて、アニメ視聴の楽しみが増えると思います。動画の前半では放送中や放送直後の反応、後半では放送後の感想や考察をお届けします。ぜひ最後までお楽しみください。今日のフリーレン vs フリーレンの魔力表現にはわけわからんけど鳥肌立ったわ。すごかったな。初期の詩にわたるような話とはまた違うベクトルで神回だった。個人的に一番の神回。面白かったわ。戦闘シーンもアニメで補強されててすごく良かった。次も楽しみ。フリーレン。だって私はフェルンのこと舐めてるから。フリーレンはフェルンの殺せるかもの言葉に対しても、実のところは出るわけねえだろこのボケがとか思ってたのだな。ニヤニヤしながら弟子の殺せるうんぬんの話聞いていたんやろな。フェルンの杖が壊れちゃったけど大丈夫なのか。ラオフェンが少し気持ちわかるってどういうこと？ミミックの中に入りたいってこと？宝箱を開けたくなる気持ちでしょう。財宝に目がくらむってやつ。ひどい落ちで草。金銀財宝より魔導書。照射ミミック。ミミック落ちに笑った。魔法の応酬の作画がものすごかったわ。今日も面白かった。ゴーレム3回復魔法使えるのか。有能だな。ゴーヘム兵団完成したら世界を制するだろう。周りが天下一武道会やってるのにフリーレンたちだけナメック星で戦ってるみたいだったな。説明セリフ全部言わなきゃならんのは仕方ないが、戦闘パートはきっちり見せ場作ってくれたな。縛りとはいえちょっとは調整しても良いのにと思ってくる。ラスボス撃破後に出てくる宝箱、ミミックとかありえんだろう。プレイヤーの 99.9% が引っかかる。フリーレンの暗いよう怖いようが可愛かった。ぶっ飛ばされてボロボロのフェルンが今までで一番可愛かった。フェルン、全身の骨が砕けるぐらいの衝撃で壁に叩きつけられたけど丈夫だな。魔法障壁で衝撃を緩和した的な感じなのか。コピーレンの鬼のような顔すごかった。あんな目で見られたいよね。フリーレンが魔王すぎる。これも劇場版だろう。フリーレンがゴーレム召喚したところでコピーレンを召喚してロボバトルになると思ったのに。いや、興奮収まらないでしょこれは。魔法バトルものの金字塔になったね。金と時間とスタックさえあればこんだけのもん作れるんだな。ほんとユーベルさん感覚派なんだな。全然3票が褒めてるようで褒めてなくて笑った。複製体メトーデ VS ラオフェンがちょい害だったんだよな。何が苦手なんだろう。スピードでしょ。やっぱそこか。ラオフェンなら勝てるというより高速移動で避ける続ける限りは勝負つかないって感じかな。召喚前世神の手入れは地獄入ってたな。おまけページの前世のセリフを本編に自然に入れてくれて嬉しい。誰だよ。前回フェルンが不意打ちして勝ったって言ってたのは。前回のフェルンのゾルトラークで複製体フリーレン倒してものだと思ってたわ。最後にコピーフリーレンがフェルンに放った魔法はフェルンの早打ちを超える超新速ゾルトラーク。原作でも全くの不明。80年前に使ったということはおそらく使った相手は魔王と思われる。まだゾルトラークが魔族側のものだった80年前に使ったものだからな。別の魔法だろう。80年前はどの程度ピンチだったんだろう。偽フリーレンと同じくらい満身創痍だったけどハイターが再生してくれたとかだったら怖い。コピーレン対フリーレン、戦闘かなり盛られてたな。でっかいゴーレムはなかったよな。フリーレンサイドの戦いだけ別次元すぎて笑った。強い者同士の戦いだから迫力が違ったな。二次試験のクライマックス。ということで戦闘シーンかなり派手だったし作画が動きまくっていたな。フリーレンが自力でゴレム召喚してたのは笑った。相変わらず規格外なやつだね。これが作画の高みなんですね。しかしフリーレンの魔法は何か次元が違うな。すんごい。魔王を倒してるからね。コキーレンがぶち切れてるところかっこよかったな。本当にフェルンのこと舐めてるのが伝わってくる。
フェルンが魔法として認識できなかったってことは、魔法とは違うジャンルの戦闘技術なのか。まさか気合。フェルンが認識できていないだけで魔法は魔法なのでは。魔法は魔法だろうね。でも魔法として認識できないってことは呪いと同質なものだ。防御魔法素通しは現代の魔法戦ではチートだね。魔族の固有魔法みたいな感じじゃね。人類側の七宝剣に値するようなユニーク魔法かもしれんな。フリーレンが使ってるからリズメで組んでそうだけど、あんなドラゴンボールみたいに壁にめり込んで生きてるってフェルンの体頑丈すぎね。フェルン死んだかと思ったわ。フェルン皮下脂肪がなければ即死だった。フェルンのフィジカルの強さは人間を超えている。フェルン流木みたいなスティックバラバラになっちやったな。80年前って魔王だよな。だからアバンのゼーリへのセリフはあれだったのか。なるほど、ラストが冒頭につながるのか。80年前フリーレンは再起不能直前まで追い詰められたんやな。ユーベルの恐ろしさがよくわかった。でもあれでも小安には勝てないらしい。多分一番強いんだよな。ユーベル大体何でも切れるし、人の魔法を真似することもできるし。イメージできない敵が天敵か。人物像を理解できると魔法が使えるっていう理屈はよくわかんなかった。あれで魔法使いじゃないのかよって。まあ天才肌キャラなんだろうな。ユーベル強いなと思ってたが、こんなにやべえやつとは思わなかった。不可能をブレイクスルーであろう能力と隠すと強くなるじゃん。そしてミミックはどんなところにもあるのが草。イカれてるやつのイメージ力が常軌を逸してるのは理解できる。ユーベル強いわけだわ。ユーベルって勝てない相手の方が多いよ、あれ。物理を伴わない魔法には勝てない。物理でも切れないだろうなってものは切れない。ダンジョンの壁は切ってたけど射程は短そう。シリアルキラーとしては最適だけど魔法使いとしては強い魔法じゃないだろうな。何度も一級魔法使いはどんな逆境にも対処できないといけないと言ってるのに、一級魔法使い殺した3級を不合格にするのはおかしいだろ。一級が対処できないやつは1級だけじゃないのか。他の参加者への配慮のための人殺し禁止のルール作っちゃってたから、ルール違反だから仕方ないの。試験官さんは真っ二つにはなったけど、一歩も動いてはいないのでまあ失格だね。命を懸けてまで試験官としての使命を遂行する試験官の鏡。地味に敵にビアベル含めた1対3で互角以上に戦ってるコピー電源。それがニールどうやって対応したんだろう。常に動いて発動の隙を与えない。あるいはそもそもの実力差でレジストの2択だろうな。電剣はなんだかんだ他とはレベル違う魔法使いだとわかる。電剣くらいだとレジストで来ちゃいそうだな。人類の魔法って理屈が分かってるから。各上は理屈が分かってたら無効化できちゃうんだよね。複雑なじゃんけんの手数が多い。ラオフェンはレトーデのどこに有利な部分があったんだ。結局最後がくれてて可愛い。超可愛いと思ってるから攻撃しづらいとは言えないから、早いの苦手なんですとか言っといたんじゃね。メトーデがフェルンの猛攻をしのぎ切ったの、漫画の1コマより分かりやすいな。レトーデ VS フェルンはもっと見たかったな。レトーデが勝ってた濃いけど、メトーデはコピルン倒すとこまで行ってないんじゃないか。周囲の壁のゴロゴロ具合からすると、メトーデ戦も持ってほしかったな。激闘っぽかっただけに。かわいそうなのはリヒターとラビーネだな。特にリヒターは受験者中でもおそらく実力上位なのに、全ゼコピーに出くわしたというだけで脱落した。電剣コピーはビアベル組が3人がかりで足止め。ヘルンコピーはメトーデさんがボコボコにして撃破。全ゼコピーは電剣が足止めするはずだったけどユーベルが撃破。メトーデコピーはラゴフェンが足止め。それぞれに見せ場も慣れててよかった。ラビーネの怪我かなりヤバかったよな。回復魔法まで使えるゴーレム3万能スに、ウルトラセマルンのカプセル怪獣みたいにダンジョン以外でも使えたら色々便利だろうな。ユーベルのおかげでかなり負傷者減って合格者たくさん出た感あるな。 MVP がフリーレン、フェルンコンビならその次はユーベルだろ。そいつらと比べると劣るものの、地味にメトーデも貢献度高かった気がする。索敵能力も優れているし、要所要所で役に立ってた印象あるね。フリーレンのバトルって
じゃんけんやポーカーみたいだなと思ってたら、作中で言ってて笑った。気力でどうにかするみたいな要素が少ないから、リアルな感じがある。バトル以外でもそうなんだけど論理的なんだよね。感情や気合で解決することほぼない。フリーレンがこの時代の魔法使い相手なら、ゾルトラークだけで勝てるのにも深くなるね。そういえばお風呂の人は行方不明のまま終わったな。最深部に到達できなかったから失格ということか。最後運ばれてたと思うよ。遠くで小さく運ばれたのはケツか。かっこよく決めたかと思えたけど、最後はお約束のミミックの餌食ですか。ミミックネタ来るとは思わんかった。全部に引っかかってるのは置いといて、せっかくの最新部にミミック3匹はちょっと文句言っていいよな。原作だと1つしかなかったのに、3つに盛られてるのがラウ。すでに2つ開けてたのか。ダンジョン最深部の宝箱とか、フリーレンじゃなくても蹴る。音と映像のおかげで戦闘シーンが派手派手やな。あの財宝はどうなるのかな。魔術師協会がもらっちまうのかの。フリーレンは歴史上一番多くダンジョンを攻略していると同時に、間違いなく歴史上一番多くミミックに食われてるな。強いアニメに必要な要件がまた一つ判明した。期待爆上がりで中断される秀逸なイントロのエンディングだわ。ムッカつくほどに次回への期待値を上げさせられてしまう。今まで抑えに抑えた演出で原作に寄り添ってたスタッフが、二次試験編はタガが外れたようにエフェクト演出の展覧会、アクションが弱いという原作の弱点が目立ってた二次試験編を動きとエフェクト大増量でカバーして見事に超えてみせた。アニメ版屈指の出来栄えで拍手。強い魔法使いは自身の魔力を隠すという教えを継ぎ、弱点である魔力探知の隙を必然に変えることで万人の弱点とする。魔法の高みが幾年の経験と探求を重ねた魔法使いしか至れない特地であり、フリーレンらしい強さの形がここに収束していて良い。弱点である隙を見抜くも、知らない師匠の奥の手にあと一歩至らないでシフェルンと、それを見抜きコピーレン、複製体の隙を自身でつく師匠、フリーレン、弟子の成長と師匠の偉大さ、普段の日常に対して、ここには和師弟関係が凝縮されて描かれてるのも良い。ラビーネとさん、無敵の思われた前世の複製体をほふるのは、思考でなく感覚で世界を理解するユーベル。魔法の相性が物を言う。魔力の強さだけが勝負を決めない。手を持ったそばからフリーレンの超絶魔法に度肝を抜かれる。見せ方もうますぎる。すんごい。面白い。いや、その試験無茶すぎるだろう。過信にも程がある。もしくはそれこそが魔法使いの本質なのかもしれないが。まあ、今まで引っ張り続けた彼女の謎に、これほどふさわしいものもないし、それがラストピースに至るところまで含めて全て落ちた。初登場で一目惚れしたユーベル。やっぱり最高です。魔法戦がじゃんけんのような相性戦とはいえ、二人も一級魔法使いを瞬殺。布を、髪を切るように、ためらいなく人を切り裂けるのも強さの秘訣でしょう。最近ユーベル気に入ってる方多くて嬉しいです。バトルシーンの作画がノリノリである。特に髪の毛の作画は見せ方がセンスあってよき。フリーレン&フェルンの指定コンビが信頼と絆で勝利したのに、ラストでミミックに食われてるフリーレンを、養豚場の豚を見るような目をしてるフェルンが最高。笑い。この物語が始まった頃から何度も言われてきた。魔法とはイメージの世界であるという概念が、強さの次元を超えて最も普遍的なものであることが如実に現れていました。第二次試験、フリーレンやフェルンたちの戦闘作画が最高に素晴らしかった。第二次試験終了。まあ、真っ当な考察や感想はたくさんの人がすると思うし、字数が足りんので割愛するとして、リヒターとラビーネがペアで複製体ラビカンと対峙する場面。ラビーネのスカートの中、覗き音の顔持ったで、おっさん。戦闘を盛られていて興奮。一級試験に挑むからには優秀だとよくわかった。ラオフェンの戦闘スタイル好きなので、森はありがたい。ラビーネとリヒターがやられてるのがエグくなってたのも印象深い。打ち合わせでフリーレンに振り向くフェルン作が可愛い。
前世にも狂った認定されたユーベルクソ強い。戦闘作画が劇場版レベルなんよ。フェルンやられちまったよ。フリーレンの本気を垣間見た。なぜゴール地点にミミックが。私はメトーデが気になりました。ブラフェルン相手にほぼ無傷。声上シャマだ主教キャラの予感。ユーベルにとって切れる想像ができないビアベルよりも、切る想像ができてビアベルよりも強い前世の方がたやすい相手だった。ミミックに引っかかるフリーレンを見て電源が呆れていたのは草。フリーレンの複製体が最後に放った魔法をフリーレン自身が放つ時が来るのか。理屈よりもイメージ、知識を得たものほど特定の概念に縛られやすいもの。その理屈すら通用しないユーベルの異常性。すでにフリーレンを殺せるイメージを持ってるフェルン。そのイメージに絶対的信頼を寄せるフリーレン。背中を守ったのはフェルンではなくフリーレンの方だった。形式的にはフリーレンとフェルンの共闘だが、フェルンの基地で師匠の複製体に勝つわけで、実質的には弟子が師匠に一泡吹かせる話であるわけだ。最後は反撃を食らうことで師匠に花を持たせた。まだまだ単独では勝てないと。私はフェルンのことを舐めている。本意だな。皆頭を使いすぎも結構な本意。で本編、たびたび語られる。優れた魔法使いは己の魔力、力量を隠すをもとに。フェルン、人間弟子を信じたフリーレンの強さ。それゆえの大落ちの彼女の姿にホッとする。感慨深い一話だ。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介していきます。様々な考察や多様な意見を聞くとこれまでなかった視点が増えてアニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アニメ紳士でした。